長司紅子日本画家です。普段は主に人物を描いています。私が人物を描くのは、人っていう動物が心を持っている。私はその心の姿っていうのを作品に描きたいと思っていて、人と人が一つの作品と対話できる瞬間っていうのは、やっぱりその人の姿っていうものが心として現れていた方が、やっぱり共感できる部分があるんじゃないかなと思って、人っていうものを描いています。私は髪の毛の線を特にこだわって描いているんですけれども、私たちが生活している上で、髪の毛って日常で普段ずっと伸びていくじゃないですか。で、一緒に生活しているもので、やっぱりその時間の経過っていうものをすごく実感する部分だと思ってるんですね。自分がその時に思ったことだったりとか、感じたことだったりっていうのを、常に髪の毛も一緒に成長しているような、そんなイメージがあって、なんか人の念が髪の毛にこもるってよく言いますけれども、私はかなり無心で描いてはいるんですけれども、やっぱり私がそれを描くっていう作業によって、その念がこもっていくっていうことがあると思ってるんですね。なのでそれを大切に大切に一本一本引いていくっていうことを、それにすごくこだわって制作しています。私はよくね、美人画っていうふうに言われるんですけれども、自分の中ではあまり美人画を描いているっていう感覚ではなくて、その心がふとそこに現れたらどんな姿をしているんだろうっていうことで、たまたま私が女性という、存在なので、それで、描きやすかったっていうのがあるんですね。なのでこの女性像ではあるんですけれども、人型って私は、一番例えとしていいなと思っていて、なので心の器のような本当に無の存在っていうものを描いているイメージなので、美人画というよりは、その人の姿をした心の形っていうのが一番しっくりくるかなっていうふうに思ってます。モデルはね、5、6人いつもお願いする方がいらっしゃるんですけど、でもその人たちもなんかその画を出すっていうよりは、そこにいるだけでなんかふと香ってくるような美しさというか、なので私はカメラで撮影させてもらって、で、素材を撮らせてもらうんですけれども、やっぱり撮っている時も、なんかその人の姿っていうのが、なんか不思議な魅力のある方々なんですが、その人ってよりは、その人の心がふっとそこに現れてくるような、そんなイメージがある方々なんですね。なので撮影をしている時に、もう私はこの絵を描きたいっていう、なんかこのインスピレーションっていうのをすごくいただいてます。そうですね。私はでももともと高校の時から日本画を学んでいたので、だから必然的にっていうのが一番正しいかなっていう、日本画を選んだというよりは、私は最初は油絵を描きたかったんですけど、匂いがどうしても体質に合わなくて、仕方なく日本画を最初選んでいたんですね。でもそこから私はすごい日本画の魅力にはまっていって、今もこうして日本画を描いているんですけど、でもなんかこの岩絵の具っていうものを日本画は使っていきますけれども、その色の深さだったりとか、あと線の繊細さだったりとか、そういうものがすごく厚み、人の厚みにすごくマッチしていて、私はだからすごく描いていて心地がいいというか、しっくりきてるっていう素材になるかなっていうふうに思います。私がもともと鉱物もすごく好きで、もともとジュエリーの仕事をしていたっていうのもあるんですけれども、やっぱりその仕事をする上で、やっぱり石の勉強もしていくし、
私がこう学んできたものは、こういう石たちから生まれてるんだっていうことを再確認したんですね。で、その時にこうやっぱりしっかりした絵の具っていうのを使ってみると、やっぱり色だって全然違うし、本当に美しいし、こういう鉱物感っていうものが、日本画の中ではやっぱ唯一無二あるものなので、それをこうやっぱいろんな人に知ってもらいたいっていう気持ちもありますし、そういうものを使える贅沢さだったりとか、そういうところもこう大切にしながら描きたいなっていうふうに思ってます。そう、もちろん表面的な表現はできると思うんですけれども、私はやっぱりその石にもパワーがあるって思っていて、何千年って土の中で眠って作られた色、自然がこう生み出した色っていうものを、贅沢にも粉にして描かせてもらっているわけで、そういう存在が放つ何かっていうのは、パワーとしてあるなっていうふうに思ってるんですね。だからそのパワーをいただいて、私も絵を描くと、ここに惹かれる何かっていうのが絶対に生まれるっていうふうに思っていて、なのでそこはちょっとこだわりたいなっていうところはあります。私の特徴は結構日本画には珍しく、線を重ねて描いているとこだと思っています。もう全部一回ね、潰すんですよ。本当にね、日本画ってこういう潰して描いての繰り返しなんで。私は結構この塗り重ねをすごい大切にしていて、その塗り重ねることによって岩絵の具のこう深みだったりとかっていうのもそうだし、自分の気持ちもそうですけれども、どんどんこう厚みと、その情念じゃないんですけれども、そういうものも思いも積み重なっていくと思っていて、で、やっぱ見た人もその絵の奥行きっていうんですかね、コクっていうのがやっぱりちょっとそれを重ねることによって出てくるなっていう実感はあるんです。なのでこの一つずつ、念を込めるじゃないですけれども、線をこう引いて立体感を出していくことによって、ちょっとずつその絵の良さっていうのが、さらに際立つ気もするし、岩絵の具の美しさっていうのも、際立ってくるし、ちょっとこう厚みは出るんですけれども、通常の日本画だとこうもうちょっと薄くさらりと描く部分があっても素敵だなとは思ってるんですが、それをすることによって私の見せたい岩絵の具の美しさ、あと線の魅力、そういうものもしっかり伝えられるかなっていうふうに思っています。私自身はすごい無心で描いてるんですね。っていうのも、やっぱりその私の絵を見てくださった方が心を乗せてほしいっていうふうに思ってるので、その無である必要があると思ってるんですね。その人のその感情のテンションで見た時にこれが悲しく見えたり、ちょっと笑顔に見えたり、だからその笑顔も描かないし、泣き顔も描かないんだけど、そういう風に見えるっていう、その曖昧なゾーンを描きたくて。で、そうすると私がこう気持ちを乗せすぎてしまうと、それが生まれないかなっていう風に思ってるんですね。なので、その分じゃないですけれども、私が、無ではあるんだけれども、伝わったらいいなっていう気持ちだったりとか、手数を加えていくっていうことは、やっぱりそれだけきっとなんだろうな、重なっていくものもあるし、厚みも出るっていう風に単純に私は思ってる部分があって、なので私のその、言葉にしていない気持ちっていうのも、その線の繊細さだったり、重ねていくことによって伝わったら嬉しいかなっていう風に思ってます。私はですね、その線を引くときに、一番大事にしてるのが、その長く続く、きちんと長く続きながら、あと私は結構粗い絵の具を使った上に線を引くので、どうしても筆が擦り切れて四角くなっちゃうんですね。もうそうすると使えないんですけれども、それをこう耐え抜いてくれるのが、このコリンスキーっていう毛を使っているものが一番私にとっては長く持つし、筆も丈夫に保ってくれるなと思っていて、もうこれは欠かせない一本です。
はい。で、この丸山有心堂さんって大阪の、筆屋さんなんですけれども、こちらもですね、コリンスキーを使った平筆で、もうこれもコシがすごくあって、私はもう平筆とこれと、あとちょっと面相もあるんですけれども、もうほぼこの3本で絵を描いているような感じになってます。で、私今この青い絵を描いてますけれども、やっぱりこの日本画は青がとっても美しいんですが、この襴銅紅っていう、石なんですけれども、この青い部分ですね、これを粉にして、それをにかわというもので溶いて絵の具にして、日本画っていうのは定着させるんですけれども、もうこの粉ですね、もうこれが本当に美しくって、で、こちらの表面もこの絵の具で描いたものなんですけれども、よく見るとやっぱりキラ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 光ってたりとか、その生で見たら美しい。だからそのデジタルだと、上がってくる SNS で上がってくる画像だと全然わからないものですけれども、やっぱ生で見ていただくとわかるっていうところが、日本画のすごい面白いとこかなっていうふうに思います。で、私はなのであまり色数を使わないんですけれども、赤だとコチニールっていうものと岩紅、岩赤、これを主に使って描いてます。で、青はもうさっき言ったその群青っていうのを、岩群青っていうのを使っていて、あとはこの雲母ですね。これが雲母の石なんですけれども、それにちょっと着色をしたこのディープゴールドアフレアっていうものがあるんですが、これをすごくよく使っていて、金泥ではなくこっちの方が光が綺麗なので、これを愛用してます。今回はちょっと珍しいパターンというか、今まではその無っていうのをすごいテーマにしていたので、背景も描かないし、もう本当に白黒赤っていうのを、テーマカラーにしていて、あまり色味っていうものを出さないっていうふうに決めています。それはその気持ちを乗せるっていうことを大切にしたかったので、その概念っていうのをなるべく排除したかったっていうところにつながっていくんですけど、今回の作品っていうのはもうちょっと装飾的というか、一応私の中ではこの丸に関しては鏡のイメージなんですね。鏡を見た女性が奥に見えた世界じゃないんですけれども、見た瞬間に広がる世界観っていう、鏡を見て整えるっていうことは、やっぱりその人がどこかに向かったりワクワクする場所に行ったりとか、そういうことが多いと思うんですね。なのでそこの先にあるものっていうのを、背景で表現したっていうのが、今回の作品になります。もともとお花の作品も描いていて、なので一緒に表現したらちょっとどういう風になるかなっていう私のチャレンジもちょっと含まれているんですけれども、でも今回に関しては、より装飾的にっていうのを意識した部分があって、なので本物のお花っていうよりはもうちょっとドレッシーというか、実際にあるお花よりももうちょっとジュエリー感に近いような、そんな雰囲気では描かせていただきました。初めてではないんですけれども、憲法にチャレンジしたんです。なので展示区面ではなくて、憲法に書いて裏打ちをしていただいてパネルに貼り込んだ作品なんですけれども、やっぱり憲法ってすごく線が細く描けるっていうのが、楽しくって、単純に私は結構楽しく制作ができたので、今回のこの試みっていうのは、どのように皆様が見ていただけるかわからないんですけれども、すごく個人的には良かった。いい出来だと思ってます。はい。違いますね。より細いと思います、線が。細いと、単純に細かくもっと線が引けるので、髪の毛の線が増えますね。より立体感だったりとか、もうちょっと髪の毛に近くなるかなっていうのはすごい感じます。私はその主に赤、白、黒、青を使って制作していて、その他の色を使うっていうことはほとんど今までないんですね。でもともとは赤黒白のみだったんですけれども、その岩絵の具の美しさをやっぱりいろんな人に知ってもらいたいって思った時に、青はやっぱりすごく美しいんですね。襴銅紅っていう石を鉱物を使っているんですけれども、やっぱりそれを使わないのはやっぱり日本画としてっていうところもあって、
でそれで青を描くようになったのがだいたい6年ぐらい前なんですけれども、なので今回も、基本的には赤と青を、この装飾部分に使って展開をしていこうかなと思っていて、でそれは、この赤に対比して青っていうことなんですけれども、これは口紅を塗っている女性を今描いているところで、このようにちょっと髪を溶かしている女性だったりとか、鏡に向かっている仕草っていうのを、今後その他にも制作していく予定の、その1枚ですね。珍しく眉毛がある女性を描いていて、私はこの人型が眉毛があることによってすごく人物感っていうのが生まれてしまったり、表情が見えやすかったりするので、その無っていうところからちょっと離れちゃうなっていう印象があって、なので眉毛は見えないように黒髪パッツンっていうのをよく描いているんですけれども、今回は人がする仕草なので、少しこういうちょっと人間味がある作品があってもいいのかなっていうところで、ちょっと眉毛を出したセンター分けも今描いています。私はですね、もう本当に絵が好きだったんだと思います。あんまりちっちゃい時のこと覚えてないんですけど、親から聞くと、やっぱり幼稚園でもみんなが外で遊ぶ時間なのに、外に出ようって言われても、私は絵を描いてるんで出ませんみたいなそんなことを言う子供で、やっぱり外で遊ぶよりも、やっぱり自分ともう多分向き合って絵を描くのが好きな子だったんだなっていうふうに思っていて。私のおじが絵描きなので、やっぱり絵にあふれた生活だったんですね。やっぱり当たり前のように壁に絵はあったし、当たり前のようにそういうおじの個展に行ったりとか、展覧会を見に行ったりっていうこともあったので、やっぱりそういう環境なんですかね。おじもいっぱい絵も描いてくれたし、気が付いたら普通に描いてたっていう、そういう、環境っていうのがやっぱ一番大きいと思います。が一番わかりやすいかな。これかな。もともと私は大学生の時ってものすっごいダークな絵を描いてたんですよ。っていうのもやっぱりすごい多感な時期でもあると思うんで、大学時代って、やっぱりいろんなことでストレスを抱えたり、いろんな思いがすごい今よりも感情がこういう状態になったので。で、やっぱりそれを自分でぶつけて結構暗い絵も描いてたりしたんですけど、やっぱその絵を見た人ってどういうふうに思うんだろうっていう気持ちまではあまり考えられていなかったというか、絵を描くという行為自体がその自分の消化だったので、もうざっくばらんに言うと、結構中学の頃いじめられたりとか、あったんですよ、いろいろ。だからそういうものもあって、自分の心根の部分にやっぱりちょっと嫌な思いをしたことっていうのがやっぱりずっと残っていて、それがトラウマで結構人が怖くなっていたというところがやっぱどうしてもあって、じゃあどんな絵を描くってなった時に、やっぱりどうしてもそっちにベクトルがいっちゃうんですよ。それは若さだと思うんですけど、ちょっと嫌なことがあった。恋愛とかそういうことに関してもちょっと悲しいことがあった。そうなった時に、どちらかというと、明るい方にベクトルを向けるより、そういう暗い方にベクトルを向けてた方が、私は絵が描ける。そういう思いをしていることによって、絵が生まれるっていう、すごい勘違いを、やっぱり学生の時はしてた。もうその時っていうのはやっぱり自分の辛かったこととか、やっぱそういうことをすごい絵に、ぶつけていたっていうのが近いんで、だからもう見てる人のことなんて関係なくて、もう私のそのぶつけていることで、評価してっていうすごい独りよがりな作品を描いてたなって思うんです。で、それを教えてくれたのが、その就職してた3年間だったんですけど、私はそのジュエリーのオーダーメイドの仕事をしてたんですね。なので、縦詰めのリングだったり、片身のリングだったり、ネックレスを今使える状態にしたいって言って、新たなデザインを起こしてほしいっていう風に相談しに来てくれるお客様が多いんです。で、その人とすごい2時間ぐらいお話、長いとするんですけど、いろんなお話を聞いて、じゃあこういう形にしたらいいかなとかを一緒に考えるお仕事をして、
でその方が欲しい求めてるものを私は提供するっていう立場になって、でこれってその絵を描いてた時とはやっぱり全然違う新鮮さがあったんです。すごく楽しかったし、でそれをこうやっていくことによって、でその商品ができて、で喜んでくれて身につけてくれてっていうのを見ていた時に、絵も一緒なんじゃないかなっていうのをすごく思った瞬間があったんですよ。でやっぱり私は自分の思いだけをぶつけた絵を描いてきたけれども、そうじゃなくって、もうちょっとこの皆さんにそれに対していいって思ってもらわなきゃいけないし、欲しいって思ってもらって、特別って思ってもらえないと、本当の絵じゃないんだっていうことに気がついた瞬間っていうのがあって、で、やっぱそれを思った時に、じゃあみんなが共通して、一つの絵を見た時に特別って思ってもらえるにはどうしたらいいんだろうって思ったら、やっぱ一つの感情をその子が持つよりも、いろんな感情を乗せられる器の方が、いろんな人に対してアプローチができて、いろんな人がその絵に対して何か思うことができるっていうことに気がついて、その無っていうところにそれを全てこうシフトしてギュッと詰め込んで、そういう作品が描けたら、みんなに見てもらえて特別に思ってもらえるっていう、そこからなんですよね。で今はだからすごくこう恵まれた環境で絵を描くことができて、で結婚もして子供も生まれて、ですごくいい仲間に恵まれて大人になったっていうこともありますけれども、そのなんだろう、ふつふつしてたものをちゃんとカバーしてくれる人たちに出会えたし、そういう物事というか人生の進み方ができたので、やっぱりそういうことを経験した自分がしっかりちゃんと絵にしていくっていうことが、今描いているもの、無っていうところにつながっているかなっていうのは思います。やっぱりこの絵っていう存在って、じゃあなんで存在してるんだろうって思った時に、やっぱりこの見てもらって癒されたいっていう気持ちの方が皆さん強いと思うんですよ。いろんな気持ちを高ぶらせてもらって、いろんなその人たちの人生があって、そこの人生、ある意味人生というか自分のなんだろうな、考え方と向き合う瞬間でもあると思うんです。だからそれを分かち合いたいじゃないですけれども、今の絵に関しては、やっぱりその人たちともう少しお話がしたいって思ってくれてる。そういう存在になってたらいいなって思うんですけれども、なのでどうだっていうのから、ちょっとこっちへおいでって言えているような作品になってるんじゃないかなっていうふうには思ってます。絵を描き続けることができる日々が続くことっていうのが、一番の目標なんですけど、でもこの私一つその10年っていう節目で、画集を出すっていうことと、アートフェア東京で個展をするっていうのが夢だったんです。それを一つ、その画集と、出版記念でアートフェア東京っていうのを叶えさせていただいて、だから次に向けて動いていかなきゃいけないっていうちょうどターニングポイントでもあるんですけど、私がもともとやりたいっていうことは、その日本画の魅力っていうものだったりとか、その岩絵の美しさだったりとか、そういうものをこうもっといろんな人に知ってもらいたいっていう気持ちもすごく強くなってるんですね。絵を描く人間として。なので自分の絵っていうのもそうなんですけど、もうちょっとこういろんな人の目に触れること、例えば広告のお仕事だったりとか、私はすごい化粧品のお仕事をやりたいんですけれども、そういうちょっと広告媒体に使っていただくお仕事ができて、でそしたらこの人ってデジタルとかじゃなくて、日本画っていう技法で描いてるんだって興味を持ってもらって展覧会に足を運んでもらうっていう、そういう流れをもっと作っていきたいなっていうのが、今の目標でありやりたいことかなっていうふうに思います。